我が家で飼育をしている四つ星オオアリのコロニー。今年で3年目を迎えるコロニーです。このコロニーは2021年5月に採集した新女王からスタートしたコロニーで、新女王採集から1年目の秋までのコロニーの成長の様子は、一から育てる四つ星オオアリボリューム1、ボリューム2を通してお届けしてきました。今回の動画では、コロニーがその後3年目を迎えるまでの様子を見ていくことにしましょう。それではまず、前回の動画までの四つ星オオアリの成長の過程を簡単におさらいしておきましょう。新女王を採集したのは2021年の5月上旬。夜の森で結婚飛行後の新女王を採集しました。最初は簡易試験管巣で管理を行い、採集4日後には産卵を確認。3、4週間後には孵化した幼虫がすでに大きく成長を始めていました。6週間後には巣内に繭が出現し、結婚飛行から約2ヶ月となる7月上旬、初ワーカーが羽化しました。数匹の初期ワーカーが誕生し、無事コロニー化に至った7月下旬、本格的な飼育巣への引っ越しを敢行しました。新居となった飼育巣は、生き物塾小太り先生の小布さんからいただいた樹状巣。コロニーはこの樹状巣でその後も成長を続け、8月下旬にはワーカー数が8匹となりました。前回の動画の内容はここまでです。1年目で小さな初期コロニーとなった四つ星オオアリは、この後どのように成長していくでしょうか。最初の冬を越え、2年目を迎えた2022年3月13日。2年目の春を迎えたコロニーのワーカー数は約10匹。女王もワーカーもお腹にたっぷりと栄養を溜め込んで元気そうです。巣内には同様に冬を越えた幼虫たちが10匹以上。2年目にコロニーはどこまで拡大するでしょうか。3月27日、巣内に卵が確認できました。産卵の再開です。周囲に置かれた幼虫たちも少し大きくなっていますね。四つ星オオアリたちは春を感じ、コロニーとしての活動を再開したようです。4月3日、卵塊はさらに大きくなりました。女王が順調に産卵を続けているようですね。大きな樹状巣の中で女王を含むコロニーの中心は右上の部屋を、少量のワーカーたちが左下の部屋を使っています。どのような基準で部屋を選んでいるのでしょうか。4月16日、コロニーは引き続き右上の部屋をメイン部屋としています。巣内には繭が出現しました。冬を越えた越冬幼虫がここまで成長したんですね。産卵や他の幼虫の生育も順調そうで、数が増えているように見えます。今まさに幼虫が繭を張っている様子も観察できました。さなぎになろうとする幼虫が内側から糸を紡いでいるのがわかりますね。幼虫たちはこのように自ら繭を張り、次々とさなぎ化していきます。女王もお腹がパンパンでとても調子が良さそうです。5月16日、女王の結婚飛行からは約1年が経過しました。巣内の繭の数もだいぶ増えましたね。繭の中のさなぎが透けて見え始め、黒くなった目もはっきりと見て取れます。羽化が近いかもしれません。
2年目に生まれてくるワーカーは1年目の初期ワーカーとは違い、少しずつサイズが大きくなってくるはずです。前の大きさを見ても初期ワーカーよりやや大きなワーカーが生まれてきそうですが、果たしてどうなるでしょうか。5月29日、ワーカーが明らかに増えています。前から新たなワーカーが羽化したんですね。ワーカー数は約20匹。2年目の頃に拡大が始まりました。羽化したばかりのワーカー。やはり2年目のワーカーは少しサイズが大きいですね。今にも羽化しそうな眉もあります。これからが楽しみです。6月1日、女王やワーカーは相変わらず元気そうですね。ワーカーの羽化が続く中、大型ワーカーの羽化直後のシーンを観察することができました。羽化直後のメジャーワーカーの右側に見えるのは眉の抜け殻。先輩ワーカーたちがさなぎの薄皮などを取って羽化を手伝っています。羽化したメジャーワーカーは体格が立派で頭部も幅がありますね。その後もゆっくりながらも順調に成長を続けた四つ星終わりのコロニー。2度目の冬を越えた3年目の春の様子を見てみましょう。2023年4月6日、ワーカー数は約80匹となりました。だいぶ数が増えましたね。巣内には2年目の春とは比べ物にならないほどのたくさんの幼虫が見られ、巣部屋の床面を埋め尽くしています。さらに幼虫たちはどれもとても大きく成長していますね。ワーカーたちのサイズアップもさらに進むでしょう。卵塊も大きいですね。女王の産卵も順調な証拠です。餌が集められ解体されている部屋、もしくはゴミ置き場でしょうか。餌場から運び込まれたデュビアやミルワームの切片がこの部屋に集められています。巣内には立派なメジャーワーカーの数も増え、巣内に普通に見られるようになりました。このワーカーはすでに頭部の大きさが女王と同じくらいあります。女王、コロニーも拡大し産卵も順調ですが、腹部のサイズは2年目の頃より膨らみが少ないように見えます。この違いはどこから来るのでしょうか。4月21日、女王が結婚飛行を行ったあの日からは間もなく丸2年となります。繭の数も増え、卵の数もさらに増えた現在の巣内の様子をしばしご覧ください。いかがだったでしょうか。今回は一から育てる四つ星終わりボリューム3ということで、
1年目の秋以降から2年目、3年目のコロニーの様子を観察していきました。成長のペースは遅いながらも着実にコロニー規模を拡大してきた四つ星終わりのコロニーは3年目を迎えた今年、一気に数を増やしそうな気配を漂わせています。飼育巣のスペースにはまだ余裕がありますが、今年の成長速度次第では来年には引っ越しや増設が必要になるかもしれません。今後も引き続きコロニーの成長を見守っていきたいと思っています。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。